皆さん、こんにちは。KSK です。いつもご視聴ありがとうございます。さあ、本日も参ります。初版ブラショ。JR 中野駅の聖地といえば、あそこしかありません。そうです。マンだらけ中野店にお邪魔してまいりました。今年1月以来のブラショで、あっという間に半年経ってしまいましたね。前回はシャングリラフロンティアや遊戯王の初版といろいろ購入できましたが、今回は何が購入できるのか期待に胸を膨らませながら行ってまいりました。マンだらけ中野店ですが、 JR 中野駅北口より徒歩5分、営業時間は12時から20時、買取受付は19時30分までとなっております。今回行ったのは3階の本店と4階のマニア館に行ってきましたが、やっぱりね、楽しすぎます店内と気になる作品をいくつか撮影してきましたので紹介させていただきます。僕のチャンネルでは初版沼チャンネルとしてマンだらけやブックオフでの初版ブラショと購入品などを紹介しておりますので、初版好きの方、初版に興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではマンだらけ中野店紹介してまいりますので、最後までよろしくお願いいたします。まずは店外のショーケースになります。今回はどんな作品がディスプレイされているのかなと見ておりましたが、こちらのドラゴンボールの初版が数冊置いてあり、30巻の初版が2750円、お隣の2巻は16,500円となっておりました。いやー、ドラゴンボールの初版2巻以降もかなり金額上がったなと思います。そしてブリーチの1巻初版が13,200円、前のマンだらけ大宮店では状態7の初版が16,500円だったので、状態2下がると3,000円ぐらいの差が出るんですね。他にもアキラの全巻セットや女神のカフェテラス、ヒロアカの限定版みたいなものが多数置いてありました。お隣のお買い得コーナーに気になる全巻セットがありまして、バクマンの全20巻セット状態5の3,300円、1巻から帯がついており、見た感じ初版帯なんですが、初版の表記がないんですよね。どっちなんだろう。残念ながら2巻は帯なしでしたが、10巻までは帯付き、11巻以降も帯はついておりましたが、17巻のみ帯なしとなっておりました。そして Z マン全20巻セット状態7で2,420円。いやー、これは欲しいですね1巻から7巻までが帯なしでしたが、8巻以降は帯付き、残りの11巻以降も全て帯付きで帯破れもなし。1巻から初版の夢はなさそうですが、これはめちゃめちゃ欲しいですね。店内入って左手には全巻セットが置いてあり、鬼滅の刃、チェンソーマン、スラムダンクにワンピース、進撃の巨人にナルトと、店内目の前の全巻セットはいつもインバウンド向けの人気作が置いてある印象を受けます。そしてそのまま進んでいくと、ジャンプ短編漫画コーナーがありまして、川下先生や遠藤先生、武井先生などの短期連載の作品が置いてあります。個人的には結構好きなコーナーですが、今回こちらに欲しい初版セットはなさそうでしたので、次のコーナーに向かってまいります。続いてが2026年メディア化コーナーになります。アニメ化した作品などが置いてありますが、ブックオフにもメディア化コーナーはありますが、さすがマンだらけといったちょっと色の違う作品が置いてある印象を受けます。こちらで気になったのが、ぬらりひょんの孫を連載されてた椎橋先生の岩本先輩の推薦。1巻から初版帯の初版が置いてあり、その奥にも同じ初版帯の初版がありました。表紙めっちゃ綺麗、帯破れもなし。こちらが1冊550円。残念ながら2巻は帯なしでしたが、3巻にも初版帯付き、4巻にも同じく初版帯が付いていましたが、5巻6巻は帯なし。残りの7巻8巻には帯が付いているものとなっておりました。そして
限定特装版コミックコーナーになります。こちらのコーナーは定価だとお高めの特装版などがお買い得に手に入るコーナーで、私大好きなコーナーとなっております。新しい作品のものから結構古い作品の特装版なども置いてあるので、今回は何か見つかるかなと物色しておりましたら、めちゃめちゃ欲しいものがいくつかありました。まずは一番下にありましたこちらのハンツートラッシュ11巻の DVD 付きの限定版。はい、これは値段見ずに購入決定ですとはいえいくらなのかなと確認をしたら2200円。あれ、定価より高い。でもこれは集めてる作品ですので購入していきます。そしてトラブルの DVD 付きリミテッドエディション13巻から置いてあり、こちらもいくらなのかなと確認をしたら550円。はい、これも買いです。元値が3400円なのでめっちゃお買い得。残念ながら間の14巻15巻17巻はありませんでしたが、16巻18巻は置いてありましたので問答無用で購入します。ダークネスのリミテッドエディションもいくつかありましたが、こちらの5巻1320円と若干予算超えしそうなので、こちらは諦めようと思います。いつかダークネスのリミテッドもお迎えしたいですが、その前に単行本の初版を集めないといけないそしてメインのバラ売りコーナーになりますが、相変わらずの圧巻の品数で、背表紙に初版のシールが貼ってあるのは毎度本当に助かります。ただジャンコミの人気作の初版はほぼ枯れておりまして、人気で売れてしまっているのか在庫が少なくなっているのか、こちらで気になった作品が数冊だけありまして、まずは遠藤先生の月下美人。手に取ったこちらの一巻、これは初版じゃないか。こちらが100円。めっちゃ安い。この月下美人の一巻初版はなかなか見かけないので、これはお買い得な初版になっておりますね。ただ残念ながら2巻から最終の5巻までは全て帯なしとなっていたのが惜しかったです。そして私集めており、残り最終巻の28巻のみとなった山田くんと7人の魔女。残念ながら通常版の28巻もありませんでしたが、お隣のヤンキーくんとメガネちゃん7巻から置いてあり、帯はついておりませんでしたが1冊330円。8巻から初版帯がついているもので330円。9巻12巻にも同じように初版帯がついておりました。その下には吉川先生の短編集が置いてあり、レフトには初版帯がついているもので495円。ライトは帯なしでしたが880円と、こっちの方が高い金額になってるんですね。そして絶賛集めておりますが、全くゴールの見えないベルセルク。18巻以降に帯付きが増えておりましたが、今回僕が探している初版はありませんでした。ただ置いてあった19巻などは帯の破れなし、表紙の汗もない、個人的には結構綺麗なものが置いてあったかと思います。いやー、1巻とか前半の初版はいつ見つかるのか見当は全くつきませんが気長に探していこうかなとは思ってます。そして4階のマニア館の方で週刊誌もいろいろ見てきましたが、外のショーケースにはスラムダンクの表紙のものが飾られてたり、下の方には新連載を飾ったマダンの1がありまして、こちらが1万1000円。2年前のものでもうここまでの金額になってるんですね。店内にも圧巻の品数が置いてあり、なんか昔よりも在庫数が増えた気がするのですが、気のせいですかねこちらで新連載号の気になったものがいくつかありまして、まずは2009年24号のメダカボックス新連載号。当時学生だった私にはメダカボックスの謎々の問題が全く解けず、読むのに苦戦しておりました。状態6で2530円。いつか自分が学生の時に好きだった作品とかの新連載号も集めていきたいですね。続いてが
2010年32号で新連載を飾った大曲どき動物園。堀越先生の記念すべき初連載のもので、状態6で1100円。これはなかなかいいですね。そして2000年20号の表紙を飾ったのは遊戯王。いやー、この表紙はかっこよすぎますね。背表紙の焼け、割れがある状態5で5500円。いやー、表紙を飾っている遊戯王だけでもここまでの金額はするのは驚きですね。他にもいくつか遊戯王の表紙を飾ってるものとかがたくさん置いてありましたが、いやー、遊戯王とかもね、いつか集めてみたいなとは思いますが、金額が金額だけになかなか手が出せない。今回マニア感で撮ったのはこのぐらいの作品数にはなるんですけれども、結構素晴らしい作品がたくさん置いてありました。今回マンダラケ中野店で購入してまいりました作品が結構大量にありますので最後にそちらを紹介させていただこうと思います。いやー、やっぱね、行くと欲しいものがたくさん出てきちゃうんですけれども、厳選するのが本当に大変でした。今回も良きお買い物ができたかと思います。では今回マンダラケ中野店で購入してまいりました購入作品を紹介してまいります。まずは3階の週刊コーナーで購入してきた作品になります。あかね話の連載3周年と青の箱の連載1周年と2周年を購入してまいりました。個人的に大好きなあかね話と青の箱なんですが、新連載号は持ってるんですけど、この周年の方も買ってみようかと思いまして購入させていただきました。あかね話が300円で、青の箱が1冊500円で購入してまいりました。3冊とも状態7の、見た感じの背表紙のひび割れとかもなく、汗も少ないので非常に綺麗な状態かと思います。青の箱、問題になった33号で無事完結を迎えられたみたいですが、多分来月か再来月には最終巻が発売されると思うんですけど、非常に楽しみですね。家には連載4周年のものとあかね話も何周年かのやつは持ってるので、残りの1周年と2周年と青の箱の持ってないまだ周年のやつは頑張って集めていこうかなとは思います。このあかね話と青の箱のコレクションケースが完成したら、いつか皆さんにお披露目させていただければと思います。では続いての購入作品を紹介してまいります。こちらのハンツートラッシュ11巻の DV 付き限定版を購入してまいりました。素晴らしいですねこちらが2000円で購入してきたんですけれども、いや素晴らしいですねハンツートラッシュは本当になかなか手に入らなくて、通常版の方はよく見かけたりとかはするんですけど、 DVD とか限定版を本当に見かけることがないので、かなり苦労しております。お風呂ポスターおっぱいスポンジの限定版の12巻13巻の限定版が本当に見つからないただハンツートラッシュは見つけた瞬間かなり脳汁が出る作品なので、この11巻無事見つけられて非常に嬉しいです。ほんとこの作品集め始めてからもう 3,4 年ぐらい経つんですけど、まだ集まらないですね。個人的には全巻初版と特典とか限定版がついてるものはコンプリートしていきたいので、残りの持ってない関数も初版ブラシをして頑張って集めていこうと思います。なかなか良いお買い物ができました。では続いての購入作品を紹介してまいります。こちらのトラブル13巻16巻18巻の DV 付きリミテッドエディションを購入してまいりました。素晴らしいこちらは13巻と16巻が500円、18巻が800円となっております。こちらのリミテッドエディションには初版帯とかはついてないのですが、前の
万だらけ大宮店でトラブルを全巻初版で購入できたので、これもこれで非常に嬉しいお買い物なんですけど、リミテッドエディションは背表紙のデザインがちょっと変わってるのが非常に嬉しいですねこちらに前回購入してまいりましたトラブルの初版帯付きを間に挟んでみたんですけど、通常版はこういった背表紙になっておりまして、リミテッドエディションはそれぞれ違う背表紙になっているのも見応えがあるデザインですね。こちらの限定版は残り14巻15巻と17巻がまだありますので、どこかで見つかればいいなとは思ってるんですけどトラブルダークネスのリミテッドエディションも売ってたんですけど、ちょっとね金額が高かったので、そちらは今回は購入は控えさせていただいたんですけれども、まずはこちらのトラブルのリミテッドエディションを全て集めて、ダークネスも全巻初版で集めてからリミテッドエディションの方にも手を出していきたいなとは思います。いや、これはね、立て続きに漫だらけでは非常に嬉しいお買い物ができました。では続いての購入作品を紹介させていただきます。こちらのバクマン全巻セットを購入させていただきました。こちらが20巻セットで3300円で購入してまいりました。残念ながら2巻と17巻には帯付きではないんですけれども、1巻からはちゃんと帯が付いてたり、残りの巻数にも綺麗な帯が付いている状態だったので、せっかくならこれ購入しておくかと一番最初に棚から取っちゃいましたね。こちらも1巻が初版かどうか確認していきたいので、恒例の初版チェックをやっていこうと思います。はい、ではこちら開封が終わったんですけれども、結構状態綺麗ですね特段背表紙の焼けだったりとか帯の破れも見当たらないですし、まあ点の焼けはかなり強いかなとは思うんですけど、なぜか14巻だけやたら綺麗なものとかはあるので、まあこれもね全然個人的にはいい状態なのかなと思います。ではこちら恒例の初版チェックをやっていこうと思います。こちらの1巻ですね、非常に気になるところなんですが、見た感じはね初版帯なのでどうかなとは思ってるんですけれども、あれ多分ごめんなさい、これ初版じゃないですね。確かバクマンの初版帯はデスノートはこっちじゃなくて右側にあったはずで、ここはなんか誰だっけな、誰かがなんかイラストで書いてあったはずなので、いやこれ多分初版じゃないっすねまあちょっとね確認はしてみようかなとは思います。では初版か確認してまいります。まあですよねいやなんとなく分かっておりました表表紙のこの帯に騙されましたね。しょうがないな。まあ多分1巻は初版じゃなかったんですけど、3巻からこのついてる帯は多分これは初版っぽそうですね。ちょっとこちらも確認していこうかなとは思います。ですよね。よかったっすよかったっす。多分ねこの漢字は1巻だけは初版ではなかったので、ちょっと一応2巻も確認しておきましょうかね。まあ2巻はね元より帯がついてなかったのでいいっす先ほどこちら全巻初版か確認していったんですけれども、3巻から20巻までの帯がついているものは全て初版品になっておりました。17巻も帯なしではあったんですけれども初版品だったので、この17巻はまた初版ブラシをして帯付きのものに差し替えていこうかなとは思います。
付属のジャンパラとかはついてなかったんですけど、まあ残念ながらこの1巻は初版ではなかったので、比較的見つけやすいかなとは思ってるんですけど、この1巻とこちらの2巻は初版帯の初版品をまたどこかのブックオフとか漫だらけで初版ブラシをして探していこうかなとは思います。やっぱり表表紙のね、ここが一緒のやつだとわからんですね。3巻以降は綺麗なものが手に入ったので、これは非常に良かったかなとは思います。では続いての購入作品を紹介してまいります。こちらの Z マン全巻セットを購入してまいりました。こちらが全20巻で2200円で購入してまいりました。お買い得。いやー、これね、めちゃめちゃ悩んだんですよ。8巻以降は全部に帯がついてて、この11巻の表紙を見る限りは初版だとは思うんですけど、1巻から7巻には帯がついてないかっていうのがすっごい悩ましくて、これはね、非常に購入するか悩んだんですけど、ちょっとこちらもですね、まだ初版かどうか確認はできておりませんので、こちらも初版チェックをやっていこうかなとは思います。はい。では今こちら開封が終わったんですけれども、いやー、背表紙非常に美しいですね。帯の破れも一切なし、焼きも感じられない非常に素晴らしい状態だと思います。点の部分は割と焼けはあったりとかはするんですけど、後半の17巻以降ぐらいですかね、綺麗なのは。前の方も焼けはあるんですけれども、こちらもですね、初版か確認をしていこうかなとは思います。まずは初版チェックっていうよりは、この20巻に付属の冊子がついてるかどうかちょっと確認していこうかなとは思います。あ、ついてる。はいや。いやー、これは嬉しいですね。2014年10月号のヤングジャンプコミックスニュース。いやー、これがね、嬉しいんですよ。ってことは、意外と他の19巻とかにもついてますね。素晴らしい。いやー、これは嬉しいですね。8巻からこちら、初版かどうかチェックしていこうかなと思います。では、こちら、初版チェックをやってまいります。よしよしよし。初版ですね。あとは、また、先頭の方にコミックスニュースがついてるかどうか。ついてない。めくった感じもついてなさそうですね。残念。では続いてはですね、1巻。こちらが何スリか確認してまいりましょう。僕の予想は6スリぐらいですかね。初版ではないと思うので確認してまいります。15。全然違う。まあここはねしょうがないかなとは思うんですけど、7巻はどうなんでしょうかね。ちょっと確認してまいります。初版だった。帯がついてないか。いやー、しょうがないな。いやー、これ帯ついてたらめちゃめちゃ嬉しかったんですけどね。こちら全巻初版と付属の冊子を確認させていただいたんですけれども、この11巻からですね、付属のトノパラがついておりまして、11巻から最終巻の20巻までには全てトノパラがついているものとなっておりました。この11巻についてたのがトノパラのボリューム4なので、前回のブックオフ高等門前仲町で購入してまいりました天上天下も
ボリューム4より前のものはまた違う冊子がついてたので、もしかしたらこの10巻とかにもその冊子がついてたんじゃないのかなとは思います。いやー、残念ながら1巻は初版ではなく7巻は初版だったんですけど、帯なし。この前半の方の初版帯付きを探すのはかなり苦労しそうなんですけれども桂先生の作品もだいぶいろんな作品の初版帯付き初版品で揃えられてきたので、もうちょっとで桂先生の作品はほぼコンプリートできるかなとは思います。ゼットマンは個人的にはめちゃめちゃ欲しかった作品だったので、今回2200円で購入できたのは非常に良かったかなとは思います。残りの1巻から7巻初版帯付きは頑張ってこちらもですね、初版ブラシをして探していこうと思います。マンだらけ中野店さん、本当にありがとうございます。以上が今回マンだらけ中野店で購入してまいりました。こちらのバクマン全巻セットとゼットマン全巻セット、ハンツートラッシュ11巻の DVD 付き限定版、トラブルの DVD 付きリミテッドエディション、週刊少年ジャンプの青の箱あかね話の周年を飾った表紙を購入してまいりました。今回のマンだらけ中野店でもめちゃめちゃお買い物しちゃったんですけど残念ながらバクマンの1巻が初版じゃなかったり、ゼットマンも1巻からの初版とかは見つからなかったんですけど、それ以外の作品もお買い得に購入できたりと、さすがマンだらけといったところでした。今回見つけられなかった初版は他のブックオフだったりマンだらけで初版ブラシをして探していこうとは思いますが、個人的にはゼットマン、ハンツートラッシュ、トラブルの DVD 付きのリミテッドエディションが購入できたのは本当に良かったかなとは思います。ぜひ皆さんにもマンだらけ中野店には行っていただきたいですし、僕も次行けるのはもしかしたら秋口にはなると思うんですけど、その時もまたいい作品に出会えればなとは思います。ぜひ今回のマンだらけ中野店の初版ブラシを楽しんでいただけましたら、高評価と初版好きの方、また初版に興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。